ドラゴンクエストクイズ2。はい、どうも夜です。今回は前回非常に好評だったドラゴンクエストクイズの第2弾です。前回はドラゴンクエスト1から9のクイズを出しましたが、今回は10、11、その他のドラゴンクエストシリーズからクイズを出します。あまり馴染みのないシリーズのクイズもあるかもしれませんが、それも含めて楽しんでみてください。今回も用意したクイズは全部で10問です。そして今回も日本語と英語で問題と答えを用意したのですが、もしかしたら日本語版のドラゴンクエストシリーズと海外版のドラゴンクエストシリーズのゲームの内容に違いがあるかもしれないので、答えが間違っている場合があるかもしれませんが、ご了承ください。それでは早速クイズを始めていきましょう。第1問。ドラゴンクエスト10バージョン1でストーリーを進める上で必要になるアイテムは何？ 3 つの中から選んで答えてください。1番、メダル。2番、オーブ。3番、キーエンブレム。これはドラゴンクエスト10をプレイしたことがないとわからないかもしれないですし、ドラゴンクエスト10は英語版がリリースされていないので、海外の方々にとっては難しい問題かもしれません。それではお待ちかねのシンキングタイム。はい、それでは答えを発表します。答えは3番のキーエンブレムです。キーエンブレムは全部で10個あり、バージョン1からバージョン2に進むにはキーエンブレムを最低6個集める必要があります。その後のストーリーでもキーエンブレムを集める必要があるらしいのですが、僕はドラゴンクエスト10はほとんどプレイしていないのでわかりません。それでは第2問です。ドラゴンクエスト11で主人公は何歳になった時にデルカダール城へ旅に出たでしょうか？はい、ドラゴンクエスト11の問題です。ドラゴンクエスト11はプレイした人も多いと思いますし、これはゲームの序盤の部分をクイズにしたので答えられる人も多いと思います。ではシンキングタイム行きましょう。はい、答えは16歳です。ドラゴンクエスト11の主人公が旅に出た16歳という年齢は、ドラゴンクエスト3でロトがバラモスを倒すために冒険に出た年齢と同じです。ドラゴンクエスト11には様々なドラゴンクエストのオマージュが散りばめられていますが、この16歳で旅に出るというところも多分オマージュの一つですね。他のドラゴンクエストシリーズをプレイした人がより楽しめるようになっているのは面白い要素の一つですね。それでは次の問題。第3問。ドラゴンクエスト11の老主の恋人は誰？はい、今回もドラゴンクエスト11からの問題です。いやー、この問題はね、ただ僕がこの2人に関しての問題を出したかっただけなので出しました。それではシンキングタイム。はい、答えを発表します。答えはセニカです。セニカ、かわいい。ですよね。急におかしなテンションになってすいません。それでは気を取り直して次の問題に行きましょう。次の問題からはドラゴンクエストのナンバリングタイトル以外からのクイズです。第4問。ドラゴンクエストモンスターズテリーのワンダーランドで一番初めに仲間になるモンスターは何？はい、みんなが大好きなドラゴンクエストモンスターズテリーのワンダーランドからのクイズです。もう少し難しい問題にしようかと思ったんですが、難しい問題は後半のお楽しみにしておこうと思って、今回はサービス問題です。この問題は考えなくてもわかるかな？でも一応、シンキングタイム入れておきましょう。それでは答えを発表します。答えはスライムです。これは簡単な問題でしたかね。どんな冒険の始まりにもスライムはあなたに寄り添っています。スライム、最高。それでは次の問題に行きましょう。第5問。ドラゴンクエストモンスターズ2では2人の兄弟が主人公ですが、誰と誰でしょうか？これも比較的簡単な問題ですね。ドラゴンクエストモンスターズ2をプレイしたことがない人でも、彼らの名前は多分聞いたことがあると思います。それではシンキングタイム。はい、
それでは答えは、イルとルカです。皆さんはイルとルカのどちらをプレイしましたか？実は日本ではイルとルカは同時に発売されませんでした。僕は早くドラゴンクエストモンスターズ2をプレイしたかったので、先に発売されたルカをプレイしました。僕と同じような理由でルカをプレイした人は当時多かったのではないでしょうか。まあ両方プレイした人もいると思いますけどね。それでは次の問題。第6問。トルネコの大冒険不思議のダンジョンでトルネコが空腹を満たすために食べる主な食べ物は何？皆さんはトルネコの大冒険をプレイしたことがありますか？僕がローグライク系のゲームをプレイしたのは多分このゲームが初めてだと思います。このゲームが発売された当時は1000回遊べる RPG というキャッチコピーで世間の注目を集めていました。いやー、そのキャッチコピー通りたくさん遊んだ記憶があります。それではシンキングタイム。はい、答えを発表します。答えはパンです。ドラゴンクエスト4ではトルネコの妻ネネがお弁当を作ってくれましたが、トルネコの大冒険ではパンを持たせてくれます。奥さんの愛情のこもったご飯が食べられるトルネコは幸せ者ですね。それでは次の問題に行きましょう。第7問。日本ではスライムもりもりドラゴンクエストのシリーズはいくつある？この問題はスライムもりもりのシリーズが海外でいくつまで発売されているかわからなかったので地域を日本に限定しました。ごめんなさい。スライムもりもりのシリーズはとても楽しいですよね。新作を出してくれないかな？新作が出たら絶対に買います。それではシンキングタイム。はい、答えは3つです。海外だとスライムもりもりシリーズはいくつまで発売してるのかな？もしまだ3まで発売してなければぜひ発売してほしいですね。スクウェアエニックスさん、ぜひスライムもりもり1、2、3が一緒になったソフトの発売をよろしくお願いします。それでは第8問に行きましょう。ドラゴンクエスト大の大冒険で大の仲間であり緑の洋服を着ている魔法使いは誰？はい、ドラゴンクエスト大の大冒険からの問題です。ドラゴンクエストのゲームからしか問題が出ないと思っていた方は動揺しているかもしれませんね。最近は大の大冒険のアニメがリメイクされていたり、ビックリマンチョコとコラボしたり、新しいゲームがリリースされたりと話題になっているので答えがわかる人も多いと思います。シンキングタイム言っておきますか？それでは答えはポップです。ドラゴンクエスト大の大冒険の中でもポップが好きという人も多いのではないでしょうか。ストーリーで描かれている彼の成長は多くの人に感動を与えたのではないでしょうか。それでは第9問です。ドラゴンクエストヒーローズ1でマーニャがハイテンションの時に使うことができる技は何？皆さんはドラゴンクエストヒーローズはプレイしましたか？ドラゴンクエストヒーローズはドラゴンクエストシリーズのキャラクターたちが夢の共演を果たす作品で僕はとても大好きです。ドラゴンクエストヒーローズはドラゴンクエストシリーズが好きな人にとってはもう目がとにかく幸せになるのでぜひプレイしてほしいです。シンキングタイム欲しい？わかりました。あげましょう。それでは答えを発表します。答えはドラゴラムです。ちなみに僕はマーニャがとても好きなのでゲーム内ではマーニャをたくさん使用していました。でも一番好きなのはアリーナなのでアリーナを一番使用していましたが、あなたはどのキャラクターが好きですか？はい、それではとうとう最後の問題です。最後の問題は難しい問題にしました。この問題が解ける人は相当なドラゴンクエスト好きですね。それでは第10問。ドラゴンクエストビルダーズでハヤブサの剣を作るのに必要な素材は錆びた金属と金とあと何？はい、最後はドラゴンクエストビルダーズからの問題です。この問題は難しいですが、ドラゴンクエストビルダーズはとても人気でプレイした人も多いと思うので答えられる人も多いかもしれません。ちなみにこの問題を出している僕はハヤブサの剣の素材についてはすっかりと忘れていました。それではラストシンキングタイム。はい、
最後の答えを発表します。液体銀です。答えられた人はいるかな？はい、以上で全10問の問題を出しました。あなたは何問答えられたでしょうか？前回ドラゴンクエストクイズの動画をアップロードした時は1回きりの企画で考えていたのですが、前回のドラゴンクエストクイズが非常に好評だったので、今回2回目のドラゴンクエストクイズの動画を作りました。いかがでしたか？前回のクイズはドラゴンクエスト1から9のクイズだったので、正解数が多かった人も多いと思いますが、今回はナンバリングタイトル以外からの問題が多かったので、答えがわからなかった人が多いかもしれません。今回のドラゴンクエストクイズも皆さんに楽しんでいただけたら嬉しいです。今回のドラゴンクエストクイズも好評だったら、ドラゴンクエストクイズ3も検討しようかな。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価ボタンをよろしくお願いします。コメントもくれたら嬉しいです。